世界のジャパンチャンネルへようこそ。動物や植物など大きなものから目に見えないものまで3000万種類もの生き物が暮らしていると言われる地球。様々な生き物がつながり合っているおかげで豊かな生態系が保たれているわけですが、相変わらず多くの生き物が人間により翻弄されていると言えそうです。今回は行き過ぎた保護は人間を滅ぼすのかに関する話題をご紹介します。数年前、オーストラリアで環境省を務めたフライデンバーグ氏は、西オーストラリア州でサーフィン中にサメに襲われて死亡した若者の近親者と面会しました。同州内だけでも2000年以降、2017年までに15人が犠牲になっており、こうしたサメの襲撃が増えた理由として、厳格な保護により沿岸でクジラの生息数が増えすぎた結果、クジラを捕食するホウジロザメも集まってきたのが一因と指摘。面会先にてこれに対する対策の強化を約束し、政府系研究所の連邦科学産業研究機構、通称 CSIRO に海岸でのサメ遭遇事故増加とクジラの生息数増加に因果関係がないか調査するように指示したと報道されました。当時この報道に対し、海外の人々からは様々な声が寄せられていました。まとめてご紹介していきましょう。海外の反応。それじゃあクジラを処分すればいいのでは？今更気づいたの？10年前からそう言われてなかったかしら。クジラの数が増えるからってまさかそんなわけないでしょ。当初の半分にも回復してない。だからサメの数だって増えてるはずがないよ。人間が増えたことと関係してるんじゃないだろうか。そうじゃなきゃ説明がつかないよ。クジラじゃなくてサメ漁が行われなくなったことで数が増えすぎたのが原因だろう。単純に一部の政治家のせいだ。乱獲で海岸まで近寄ってきてるんでしょ。まあ保護活動のせいで数は増えてるかもね。サメは海の掃除家なんだよ。他にクジラの死体を食べる存在がいるの？エビ、カニ、ロブスターと同じ。人間がこの掃除家を捕獲し続けたら海が大変なことになる。笑える。すでに研究されてるよ。サメの襲撃が増えてるのはライフガードのいないビーチで泳ぐ人が増えてるからだよ。サメはライフガードを恐れるの？どういう因果関係が？いやいや、単純にライフガードがサメがいるか確認して警告を出すからとかじゃないの？うちの近くの700キロのビーチはパトロールされてるけどサメだらけだよ。田舎者は泳いだりサーフィンをするなってこと？調べてもしもクジラのせいだったらどうするの？オーストラリアも捕鯨を再開？アザラシは調べないの？他にやることがたくさんあるだろうに。時間とお金の無駄だよ。サメが海の生物を食べてるのは分かりきってることでしょ？でも数が増えてるのか減ってるのか分かるのはいいことなんじゃないかな。すべての漁業は人間に管理されてないと。サメも同じだよ。でもうまく管理をするには数に関する良い研究が必要だからね。調査を進めるという判断を指示するよ。僕もいいことだと思う。数が急激に増えるなんてありそうにないことだけど、調査することは理解につながるしね。みんな本気で知らないのか？クジラが増えると巨大ザメが近くに来るというのは有名な話だよ。漁師に聞いてみな。数年前これについて論文を書きました。2世紀にわたる乱獲で絶滅寸前まで追い込まれたクジラとアザラシの数は回復してきてる。オーストラリアのサメの数は150年前の水準まで戻ってる。これは健全なことであり、ポジティブな進展だよ。単純に日本人に聞けばいいだけでしょ。どちらの種に対してもほぼ科学調査が完了してるんだから。以上が海外の人々の反応でした。様々な意見が見受けられましたね。人間以外の動物を人間がどうにかしようとすることに対しては、
その国の文化によって、また人によってもそれぞれ賛否両論がありますが、オーストラリアは反捕鯨活動の中心的存在です。今回取り上げた話題は2017年のもので、日本が国際捕鯨委員会、通称 IWC を脱退する以前、さらに捕鯨船を体当たりで沈没させるなど過激な行動で知られるシー・シェパード環境保護団体が、南極海における日本の調査捕鯨に対する妨害活動の中止を発表する以前の話。積極的に捕鯨を行ういくつかの国の中で、特に日本に対する是非が問われ続けていただけに、オーストラリアが熱心にクジラを保護してきたがゆえに起きた皮肉な結果だと揶揄された出来事です。日本の専門家によると、サメはクジラの死骸を食べるため、クジラが増えればサメが増える。人間との遭遇確率が上昇するのは当然の結果だとしていました。オーストラリア政府が調査したものは果たしてどんな結果だったのか。調べてみましたが、クジラの生息数が増えたことが原因と言えるのかどうかにかかわらず、何の報告も見つかりませんでした。オーストラリアは環境生物多様性保護法という1999年からの法律によって、絶滅危惧種はもちろんのこと、あらゆる在来動物やクジラ、そしてホオジロザメも含むすべてのサメが保護対象となっている動物愛護先進国として知られています。ところが、オーストラリア政府はサメ襲撃増加に対しての対策に非難を受けていたことがあったのです。ここからご紹介していきましょう。舞台となったのは、先日した地域と同じ西オーストラリア州。ここは多くのサメの生息地でもあり、人間がサメに襲われる被害がずっと前から多発していたのです。2012年からの3年間で7人の死者が出てしまったことから、オーストラリア政府は2014年、西オーストラリア州をサメの保護対象の例外地区と定め、一時的にサメの駆除を解禁します。駆除の方法は、海に餌をつけた釣り糸を垂らし、食らいついたサメを駆除するというもの。西オーストラリアで人間を襲ったサメは、イタチザメやホオジロザメなどの種類と考えられていたものの、この時の駆除解禁は周辺のサメすべてが対象となり、規制の対象外という言葉の解釈次第で、より多くの種類のサメが駆除の名のもとに捕獲される可能性や、密猟のために捕獲されてしまうことが懸念されました。当然、シー・シェパードなどの環境保護団体は反対及び妨害を表明しましたが、この後、オーストラリア政府は3ヶ月にわたり172匹を捕獲し、50匹を殺処分したと発表しました。捕獲処分されたサメのうち、大部分が人を襲ったこととは無関係のイタチザメで、死亡事故を引き起こしているホオジロザメは一匹もかからなかったそうです。そうした動きがあった中、2018年12月にオーストラリアのサメが激減したとする論文がイギリスの科学誌に掲載されていました。この論文によると、オーストラリア政府によるサメの駆除事業である網とドラム缶型ブイから餌付きのフックを垂らしてサメを罠にかける装置ドラムラインにより50年ほどで5万匹のサメを駆除したと推定されており、これが減少の要因だとしていました。ただし、使用する網やドラムラインが1992年まで標準化されてなく、異なる種類の餌や網が使われていた可能性があるため、このデータには不確かな部分もあるとしたものの、駆除事業への妥当性に疑問が投げかけられるデータでした。そもそも保護対象としているサメに対し、駆除事業が存在すること自体が不思議ですよね。その後、動物保護団体のみならず、たくさんのオーストラリア人による抗議を受け、政府はここ数年で
サメの動きを追跡する探知機やサメを遠ざけるソナーに巨額の費用を投じてきました。特に夏の数ヶ月間、スイマーやサーファーが多くなる湾内にサメが入れないよう生態系に配慮した網も設置し、ハイシーズンには水辺を監視するヘリコプターが飛び回っています。また、サメの最新目撃情報をチェック・報告できるアプリも登場し、訓練を受けたライフガードのみならず、海を利用する人すべての海に対する知識を深める努力をしているようです。しかし、生態系に配慮したとする対策が他の生き物にどれほどの影響を及ぼしているのか、今の人間の力では計り知れないのかもしれません。少なくとも現代のクジラの存在を脅かしているのは捕鯨だけではなく、海洋汚染や船との衝突、漁網に絡まるなどして傷ついて死んでしまうことも多いほか、サメ対策として実施されている船のプロペラやソナーの音もクジラにとってはストレスになるとされています。日本が脱退した IWC では、今も欧米を中心に加盟している国の半分を超える48カ国が捕鯨に反対していて、国際的に捕鯨への風当たりは強い状況です。反発を受けている大きな要因は、日本の乱獲という過去の行動などもあるためとされていますが、近年は大型クジラが増えていることが確認され、日本が捕獲しているのは生息数が十分にある種だけで、商業捕鯨はクジラ類保護へほとんど影響しないと証明され始めているようです。しかし、捕鯨に対する意見は国内でも様々。過去の乱獲が地球に及ぼした影響は計り知れませんし、今になってクジラだけを取らない選択は逆に自然界のバランスを崩してしまうとの指摘もあります。皆さんはどのように考えますか？コメント欄での意見お待ちしております。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはミナがお送りいたしました。